16歳の誕生日の朝、母に起こされ、僕は旅立ちの報告をするためにお城に向かった。かつて大国だったアリア藩は小さな国になってしまったが、それでも人々は幸せな日々を送っていた。ところが突然現れた魔王バラモスによってその平和も打ち砕かれた。僕の父オルテガは世界の平和を取り戻すためにバラモス討伐の旅に出たが、火山に落ちて消息を絶ったそうだ。その時王様も国民も大いに落胆したけど、母は私たちの子供がきっと意志を継いでくれるでしょうと言ったと聞いている。そして十数年の月日が経ち、今日旅立ちの日を迎えた。お城に着くと王様からねぎらいの言葉があり、支度金を受け取った。そして共に冒険する仲間を求めてルイーダの酒場へと向かった。僕は期待に胸を膨らませ、酒場の扉を開いた。魔王の討伐には強力な仲間が必要だ。強そうな舞踏家とか、お前はまだ子供だろ。賢そうな魔法使いとか。勇者の息子が優秀とは限らんぞ。癒してくれる僧侶とか。オルテガの息子を危険な目に遭わせるわけにはいかないだろう。この人はやめておこう。なかなか仲間になってくれる人が見つからず、お店の女の子に声をかけてみた。いいよと遊び人のララは2つ返事で引き受けてくれた。また嵐で船が流されて困っていた商人のハンさんは、ちょうどこの大陸から出る方法を探していたところだと同行してくれることになった。そして僕らは旅立った。スライムとの戦闘に何とか勝利した時、僕らを呼び止める声がした。その程度の魔物に苦戦するとは死にに行くつもりか。君を見殺しにしたとなっては君のお父さんに顔向けできない。そう言って僧侶のリリアさんも一緒に行ってくれることになった。ここから僕らの冒険が始まる。馴染みの塔では盗賊の鍵、レーベの村では魔法の玉を手に入れて冒険を進め、いざないの洞窟の奥で奇妙な渦を巻く床を発見した。これが旅の扉か。リリアさんがつぶやいた。みんなで顔を見合わせ旅の扉に飛び込んだ。視界が歪んでいき、気がつくと先ほどとは全く違う部屋にいた。部屋から出ると目の前には草原が広がり、遠くにアリア藩ではない城が建っているのが見えた。盗賊カンダタ。遠くに見えた城はロマリア城だった。お城まで行くとその広さと活気に圧倒された。賑やかな商店や強力な武器防具、大きな宿屋、そして闘技場。アリア藩では見られなかったものが数多くあった。そんな中、ロマリア王から盗賊に盗まれた金の冠を取り戻してほしいと頼まれた。そこで僕らは盗賊が根城にしているという塔へと向かった。塔の最上階で盗賊を見つけたが、罠にかかって逃げられそうになってしまった。しかしなんとか追いついて盗賊を懲らしめ、金の冠を取り戻した。盗賊のカンダタはしつこく命乞いをしてきたので、根負けし見逃してやることにした。金の冠をロマリア王へ返すと大変喜んで、王の位を譲ってくれると言ってくれた。でも僕にはすべきことがある。丁寧に断り、僕らはロマリアを旅立った。エルフの呪い。奇妙なことにその村の住人たちは皆眠っていた。村で唯一起きていた老人に話を聞くと、エルフの呪いだという。エルフの隠れ里に行き、女王に理由を聞くと、娘のアンと村の青年が里の宝を持って駆け落ちをしたという。女王は娘が人間に騙されたと怒っていて、その罰として村に呪いをかけたということだった。僕らが西の洞窟に行くと、
そこにはエルフの宝、夢見るルビーと娘から女王に宛てた手紙が残されていた。お母様、先立つ不幸をお許しください。エルフと人間、この世で許されぬ愛なら、せめて天国で一緒になります。なんと、あんと男は地底の湖に身を投げたというのですか。おお、私が二人を許さなかったばっかりに。彼女は自らの行いを悔やみ、目覚めの粉をくれた。こうして僕らはノアニールの村にかかった呪いを解くことができた。パフパフした日、アッサラームにはパフパフ屋があった。僕は宿屋を抜け出し、一人で夜の街を歩いていると、パフパフに誘われた。ついていくと、そこはベッドが一つ置いてある狭い部屋だった。そして明かりを消していいか聞かれた。パフパフ、パフパフ。これは。どうだ、坊主。わしのパフパフはいいだろう。明かりがつくと目の前にいかつい男がいた。私のお父さんよ、パフパフがとっても上手なの。どう、肩こりが治ったでしょう。また来てね。そう言われて、僕は宿屋に戻った。翌日パーティーで話し合いがあった。店を持ちたい商人のハンはアッサラームに残りたいと言い、ピラミッドに眠る武器を探している舞踏家のマオが同行したいとのことだった。話し合いの結果、ハンと別れ、マオが仲間に加わることになった。別れを惜しみながらも、僕たちは砂漠へ向けて旅立った。そこでモンスターの群れと戦闘になった。カニのモンスターの外角は非常に硬く、物理攻撃が通りづらい上に、スクルトを唱え、守備力をさらに強化してきた。ここまでやられると、マオの攻撃も全く通らなかった。こうなると魔法の出番だが、猫のモンスターに僕とリリアの魔法を封じられてしまった。手も足も出なくなった僕は逃げ出した。ボロボロになりながらもなんとかイシスにたどり着いて、みんなを蘇らせることができた。ピラミッドの惨劇。冒険を進めるには魔法の鍵が必要だった。魔法の鍵を求め僕たちはピラミッドにやってきた。ピラミッドはとにかく難解な迷路となっていて、まともに最上階を目指すだけでも一苦労だった。イシスで聞いたわらべ歌に隠されていた謎を解き、ピラミッドの3階にたどり着くと、魔法の鍵を手に入れることができた。そして帰り道の通路で地下に進む階段を見つけた。舞踏家のマオが探している宝があるかもしれないと、僕らは地下深くに進み、棺にしまわれた黄金の爪を見つけた。マオが吸い寄せられるように黄金の爪を手に取ると、返せという不気味な声が響き渡った。そしてあちこちの通路から大量のミイラ男やマミーが押し寄せてきた。魔法が使えず、倒しても倒しても押し寄せてくるモンスターに黄金の爪を諦め、ボロボロになってピラミッドを脱出した僕らはイシスの町に戻るのだった。この国、イシスは美しい女王が統治していた。ピラミッドで魔法の鍵を手に入れたので、みんなが寝静まった夜、僕は女王の寝室に忍び込んだ。人目を忍んで私に会いに来てくれたことを嬉しく思いますわ。何もしてあげられませぬが、贈り物を差し上げましょう。そう言って祈りの指輪をくれた。さあ、もうお行きなさい。こうして僕らは次の冒険へと旅立った。海を越えて。海を渡るには船が必要だった。ポルトガ王に謁見すると、東の果てに売っている黒胡椒を持ってくれば船をくれると約束してくれた。東の果てのバハラタの町へ行くと、黒胡椒屋は休業していた。それは店主の娘が盗賊にさらわれてしまったためだった。盗賊のアジトに乗り込もうとする娘の婚約者グプタの後を追って、僕らも乗り込んでみると、そこにいた盗賊たちの格好に見覚えがあった。
ロマリアで懲らしめたカンダタ一味だった。カンダタを再び懲らしめ、グプタとその婚約者を助け出した。カンダタは今度こそ改心するとしつこく言ってきたので、また見逃すことにした。そしてグプタから黒胡椒を譲ってもらった。ポルトガに戻り王様に黒胡椒を渡すと、約束通りの立派な船を譲ってくれた。僕らはこの船でさらなる冒険へと漕ぎ出していった。ある日、自らの職業を変えられるというダーマ神殿へたどり着いた。そこでガルナの塔で手に入れた悟りの書を使ってリリアが賢者に転職した。そしてなんと遊び人のララは悟りの書なしに賢者に転職した。ところが格好は変わらなかった。理由を聞いたら、こっちの方が可愛いからと言っていた。そして旅を続けていたある日、レイアムランドという島にたどり着いた。そこにあった祠には不思議な双子がいて、大きな卵を守っていた。世界に散らばる6つのオーブを集めると伝説の不死鳥がよみがえるらしい。僕たちはオーブを求めて世界中を旅することになったが、マオは別の目的があると言い、ここで別れることになった。オーブを求めて旅する僕らは、ある夜、奇妙な村に立ち寄った。村の建物は破壊されていたが、なぜか住人は平然と生活していた。僕たちは疲れていたため、宿屋で休ませてもらうことにした。そして次の朝、不思議なことが起こった。村には誰もいなくなっていたのだ。村を探索すると牢屋の中に屍を見つけた。そしてその傍らに、生きているうちに私が持っているオーブを渡したかったと書き残されていた。そして武器屋の2階で見つけた闇のランプを使うと夜になった。すると住人は戻ってきていた。ここはすでに魔物に滅ぼされた村だったが、夜になると魂だけ戻ってきているようだった。その後、浅瀬の祠で最後の鍵を手に入れてこの村に訪れた時、牢屋にいる囚人からグリーンオーブを受け取ることができた。狂気の王。サマンオサの王は狂っていた。この国では王への不平を言っただけで死刑になってしまうという状態になっていた。優しいと評判だった王様がなぜ突然変わってしまったのか、僕らはそれを確かめるため王に会いに行ったが、不審柄で逆に牢屋に入れられてしまった。王の表変を疑問に思っている衛兵の協力で牢を抜け出し、牢屋の奥に行ってみると、自分こそが王だという男が囚われていた。彼によると今の王は何者かが化けているという。僕らは真実を映すラーの鏡を手に入れ、それを持って夜の城に忍び込んだ。寝ている王の姿をラーの鏡で見てみると、そこには魔物の姿が映っていた。王様がおかしくなったのは魔物が化けていたからだったのだ。僕らは魔物を倒し、本物の王様を助け出した。そして王様の提案で戦士のジーナが旅に同行してくれることになった。嵐の夜。嵐の日、巨大なイカのモンスターの群れに襲われた。巨大なモンスターだけあり、しぶとかったが、力を合わせて対峙することができた。しばらく航海を続け、船は海賊のアジトへとたどり着いた。
そして海賊たちを率いているボスに会った。女のあたいが海賊のお頭なんておかしいかい？ずいぶんはっきりと言ってくれるじゃないの。でもそこが気に入ったよ。ところであんた、魔王を倒すために旅をしてるって本当かい？そうか、本当なんだね。それが実現するかどうかは分かんないけど、もし倒せた暁にはぜひまた寄ってくれよな。翌日訪れると海賊たちはどこかに行っているようだった。そして地下の倉庫でレッドオーブを見つけることができた。卑弥呼の秘密。ジパングは卑弥呼というとても美しい女王が統治をしていたが、毎年卑弥呼が指定した若い娘を生贄としてヤマタノオロチという化け物に捧げなければいけなかった。僕らは今年の生贄に選ばれてしまった少女にヤマタノオロチを退治することを約束した。灼熱のマグマが流れる洞窟の奥でヤマタノオロチを発見した。そして死闘の末、致命傷を負ったヤマタノオロチは洞窟の奥に逃げていき姿を消した。そこには旅の扉が隠されており、勇気を出し飛び込むと、そこは卑弥呼の屋敷だった。屋敷では卑弥呼が大怪我を負って帰ってきたということで大騒ぎになっていた。卑弥呼は声を潜めて僕らに正体を秘密にするよう持ちかけてきたが、断るとたちまち本性を表し襲いかかってきた。そしてとうとうヤマタノオロチを倒すことに成功した。僕たちは卑弥呼の部屋に残されていた紫色のオーブを手に入れ、次なる冒険に旅立った。悪徳商人。これは少し前の話。僕らの仲間の話。ある日、新たな町を作りたいと考えている老人から商人を紹介してほしいと相談を受けた。僕らは以前共に旅をした商人の藩を紹介することにした。彼らは意気投合し、早速村づくりに取り掛かった。しばらくして近くを通りかかった時、そこは村ではなく立派な町へと発展していて、藩の家は立派な屋敷になっていた。藩の詳細に驚いたが、町の人に聞いた藩の評判が良くないことが気がかりだった。そして次に町を訪ねた時に悲劇は起こっていた。藩の悪辣さに不満をためた住人たちによって牢屋に捕らえられていた。藩はみんなのためを思ってやってきたと落ち込んでいた。そして彼に教えてもらった場所にはイエローオーブが隠してあった。投獄されながらも僕らの旅に必要なものを隠しておいてくれた藩は紛れもなく僕らの仲間だったと実感した。大空はお前のもの。オリビアの岬は亡霊となったオリビアの呪いで通ることができなかった。オリビアは恋人のエリックを待っているようだった。僕らは変化の杖と引き換えに手に入れた船乗りの骨で幽霊船を発見し、そこに乗り込んだ。幽霊船で見つけた愛の思い出を使うとオリビアの呪いが解け、岬から先に進めるようになった。そして岬の奥にある祠の牢獄でガイアの剣を見つけた。ガイアの剣を火山の火口に投げるとたちまち噴火し、流れ出た溶岩がネクロゴンドまでの道となった。そしてネクロゴンドの祠でオーブを手に入れることができた。さらにランシールでオーブを手に入れた僕らはレイアムランドへと向かった。オーブを祭壇に捧げると卵がまばゆく光り始めた。大空はお前のもの。舞い上がれ空高く。ラーミアは復活した。僕らはラーミアの背に乗り、大空へと羽ばたいていった。そしてバラモス城へと向かった。周りを険しい山に囲まれた邪悪な城は僕らを待ち構えているように開かれていた。城にうごめく多くの魔物たちを蹴散らし奥へと進んでいく。そして城の最王の王座に魔王バラモスはいた。ついに来たか。この大魔王バラモス様に逆らおうなどと身の程をわきまえぬ者たちじゃ。もはや再び生き返らぬよう貴様の腹渡を食らい尽くしてくれよ。バラモスはそう言うとその強力な力で襲いかかってきた。バラモスとの戦いはまさに死闘だった。
ジーナはバラモスの鋭い爪を受け、リリアはバラモスの吐く火炎を防いでくれた。ララが決死の行動で作ったチャンスで、ようやくバラモスにとどめを刺すことに成功した。バラモスを打ち倒した僕らは、このまま世界が平和になると思っていた。僕らは故郷アリア藩で王様に報告をした。よくぞバラモスを倒してくれた。これで世界に平和が戻るであろう。王様がそう言った瞬間、辺りが突然暗くなり、雷が鳴り響くとともに恐ろしい声が響いてきた。我が名はゾーマ、闇の世界を支配する者。このわしがいる限りやがてこの世も閉ざされるであろう。ゾーマの出現に城内は騒然となった。新たな魔王を討伐するため、戦士のジーナ、賢者のリリア、そして賢者だけど遊び人の格好をしているララと再び旅立つこととなった。ゾーマを探す中で神の使いである竜の女王に出会い光の玉を授かったが、竜の女王の命は尽きようとしていた。彼女は卵を産み落とし、静かに息を引き取った。そしてわずかな手がかりを求めてギアガの大穴を訪れた。僕らは決死の覚悟でその裂け目へと飛び込んだ。アレフガルドにて。僕らは薄暗い村の外れで目を覚ました。近くにいた人に聞いてみると、ここは闇の世界アレフガルドで、これまでいた上の世界とは別の場所だという。アレフガルドには日が昇らず、人々はゾーマに恐怖で支配されていた。またゾーマがいる魔王の島へ渡るには、太陽の石、雨雲の杖、聖なる守りを集める必要があることが分かった。これらを求めて旅をしていたら、ラダトームで思わぬ人に出会った。バハラタで懲らしめたカンダタだった。彼もまたこちらの世界に来ていたのだ。相変わらずな態度だったが、カンダタの助言のおかげでラダトームにあった太陽の石を見つけることができた。そして毒の沼に囲まれた精霊の祠で、精霊ルビスに仕える妖精から雨雲の杖を手に入れることができた。精霊ルビス。アレフガルドの大地を作ったのは精霊ルビスだった。しかし大魔王ゾーマにより石化されて、ルビスの塔に封じられてしまった。僕らがルビスの塔を登り、最上階へとたどり着くと、そこには女神の石像があった。マイラで手に入れた妖精の笛を吹くと、石化が解け、ルビスはその姿を現した。彼女は聖なる守りを僕たちに渡した後、大魔王を倒したら恩返しをすると言い残し消えていった。王者の剣。ラダトームには代々伝わる秘宝として、王者の剣、光の鎧、勇者の盾があった。しかしその秘宝は、その力を恐れたゾーマによって奪われ、勇者の盾、光の鎧はどこかに隠され、王者の剣は砕かれてしまう。僕たちはラダトームの北にある洞窟へ向かった。この洞窟では魔法が使えず苦戦したが、洞窟の奥で勇者の盾を見つけた。マイラには刀鍛冶がいた。彼はジパングで生活していたが、妻が生贄にされそうになり、刀鍛冶と彼の妻は2人でアレフガルドまで逃げてきたという。ある日ララがドムドーラの馬小屋で青く輝く鉱石を見つけた。その鉱石を刀鍛冶に見せるとぜひ譲ってほしいと言われたので、彼が経営する道具屋に22,500ゴールドで売却することにした。後日その店を訪ねると、なんとそこには王者の剣が35,000ゴールドで売られていた。そしてルビスの塔で光の鎧を発見し、僕らはラダトームに伝わる秘宝を集めることができた。そして僕らは聖なる祠へと向かった。神官に太陽の石、雨雲の杖、聖なる守りを渡すと、虹の雫を渡してくれた。
魔王の城に最も近づいた岬で虹の雫を掲げると、そこに橋がかかった。これで魔王の城へと行く準備は整った。父との再会。魔王の城にたどり着き、城門をくぐった僕らに強大な魔物たちが襲いかかってきた。次々と襲いかかる魔物を退け、城の奥へと進んでいった。そして城の中にある大きな橋に差し掛かった時、橋の向こうに巨大な魔物と戦う人影が見えたが、僕らがたどり着く前に男は魔物に敗れてしまった。急いで駆け寄ると、男は瀕死で目も見えない状態だった。私はもうダメだ。そこの旅の人よ、どうか伝えてほしい。私はアリア藩のオルテガ。もしそなたがアリア藩に行くことがあったなら、私の息子に父がこう言っていたと伝えてくれ。平和な世界にできなかったこの父を許してくれと。そう言って父は息を引き取った。僕は父の意志を受け継ぎ、平和な世界を取り戻すことを強く心に誓った。勇者の挑戦。とうとうゾーマとの最後の戦いに挑む。僕らは大きな祭壇にたどり着いた。暗闇の中、明かりがつき、ゾーマが姿を現した。すべての命を我が生贄とし、絶望で世界を覆い尽くしてやろう。いでよ我がしもべたち。ゾーマの掛け声で先ほど父を殺したモンスターが現れた。なんとかこれを打倒し、父の仇を討つことができた。しかし僕たちは疲弊していた。そこへバラモスとウリ二つのモンスターが立ちふさがった。モンスターの一撃がララを襲った時、かばったジーナが負傷してしまった。あと少しでゾーマまでたどり着くのに、このまま勝てないかと焦りを感じた時、待たせたな。援軍が現れた。カンダタとその部下、そしてなんとハンとマオだった。ここは任せて先に進むんだ。負傷したジーナをハンとカンダタに任せ、僕らはマオとゾーマの玉座を目指した。奥へと進むと、ゾーマは玉座に座りこちらを眺めていた。滅びこそ我が喜び、死にゆく者こそ美しい。さあ、我が腕の中で生き絶えるがよい。最後の死闘が幕を開けた。ララが光の玉を高く掲げると、辺りにまばゆい光が広がった。その光は糸となり、ゾーマを覆っていた闇の衣を取り去った。しかし無駄なこと。さあ、我が腕の中でもがき苦しむがよい。そうゾーマが言った通り、バリアを取り除いても大魔王の力は強大だった。しかし僕らは2つの世界の人々の祈りを背負っている。そして僕の放った一撃がついにゾーマを打ち倒した。そして伝説へ。ゾーマを倒すと魔王の城の崩壊が始まって、私たちは崩れる祭壇の間から何とか脱出した。その時、上の方で何かが閉じるような大きな音が聞こえた。そしてアレフガルドには朝が戻っていた。ラダトーム城に戻ると、彼には真の勇者の証であるロトの称号が与えられた。私たちは帰れなくなってしまったけど、アレフガルドの平和を祝ってみんなでお祝いをすることになった。こうしてロトの称号を受けた彼はここアレフガルドの英雄となった。でもその後、彼の姿を見た者は誰もいない。彼が残していった武器防具はロトの剣、ロトの鎧として、聖なる守りはロトの印として後の世に伝えられたという。そして伝説が始まった。